このようにですね結構しっかりとしたスピンドルグリル形状になってます。やはりボディカラーとこのねツートンカラーのルーフ、それからタイヤ周りだけでだいぶ印象が違います。このコンチネンタルのスポーツコンタクト7というタイヤが装着されています。本当にねこれエレガントな気持ちで乗り降りできるので、ここ大好きなポイントです。車の方向を変えるものだっていうねことをですね開発ドライバーの佐々木正宏さんがおっしゃって、はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日ご紹介するのはこちら LBX のモリゾー RR。早くもですね追加されましたこちらのグレードなんですけれども、もうすっごいこだわりが詰まった車なので、私はねこうノーマルの LBX もすっごい良かったんですけれども、これも新たな層を開拓するすごいキーワードになっていく車なんじゃないかなと思いました。レクサスが変わっていくきっかけになる1台となること間違いなしなので、この動画ではですねまず内外装の使い勝手お届けしていきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。さあそれではエクステリア行きたいと思います。まずですね空力パーツと顔のところが全然違うので見ていきたいと思います。これですね2024年の東京オートサロンで発表されて、コンセプトモデルとしてですね今スーパー GT とかスーパーフォーミュラとかスーパー耐久にも行ってるかな、場所によってですね展示サーキットではね割とされていて、サーキットに来られている方見たことあるよっていう方いらっしゃるかと思うんですけれども、こうやって見てみると実はですねノーマルと全然違うのでちょっと比べてみていきたいんですけれども、まずグリルですね。このようにですね結構しっかりとしたスピンドルグリル形状になってます。ここがこの目の下のところがですねギュッと切れ上がってこう鋭くですねこうグリルの形をしっかりと形成しているというところがまずこの RR の方。対してこのノーマルの LBX はグラフィカルになってるんですよね。でここが近代レクサスのグリルデザインってメッシュのところが可変していて外板につながっていくみたいなシームレスなデザインになってるんですけれども、ここがやっぱりね市販モデルの方が少し優しいイメージというかね、この近代レクサスのグラフィカルなデザインを表している部分でもあります。さらに RR はここです。ここのところがですね大きなインテーク空力パーツになっているというところが大きく違うところですね。でこれはやはりですねそのハイパフォーマンスなエンジンが搭載されているので、たくさん空気を入れるためのインテークということと、あと整流をするためのエアロパーツにもなっています。でノーマルの方は実はですねこの辺も全然違って、こんな感じでちょっとガーニッシュ形状というかねフォグランプが入っていて、優しい感じになっているんですよね。でここははめ殺しになっていて樹脂のパーツになっています。ですからこの下のバンパーのところが全部違う。でここのライトからの下のこのバンパーの、ユニットが全部変わっているというような感じになります。でここにシルバー入ってますけれども、こういうところもですねカラーも全然違うというところもご注目いただきたいです。ちなみにこちらはですね展示車両となっておりまして、ここにですね黄色のストライプが入っているんですけれども、これは現在のところ市販モデルには入らないラインになっているんだそうです。ちょっと惜しいですよね。私はこのラインがあった方がいいかなっていうふうに思うので、用品でも設定があると嬉しいかなというふうに思います。今後に期待したいんですが、このラインは入らないのでご注意ください。それからここですね。ここのインテーク形状も違います。ここはですね外反色の下にすぐに樹脂が入っているタイプになるんですけれども、ここのインテークも結構大きく取られているということで、全体的にやっぱり下に開口部が大きいというかねロー&ワイドな感じのデザインになっているというのがやっぱりですねそのモリゾー RR、 これねルーキーレーシングの RR ということで、やっぱりこのねレーシング由来のエアロパーツということが見て取れるわけです。ちなみにこちらがノーマルバージョンのこのアンダーのところなんですけれども、下の開口部実はですねこっちの LBX も結構勇ましい形状してるんですよね。1.5 のハイブリッドなのでさほど開口部が必要ないということで RR とはまた違った衣装になってますけれども、ここにしっかりですねその穴が開いていて、そもそもの LBX もすっごくいいんですけれども、そういうところがこのアンダーの開口部のこのラジエーターに、直接空気が入るところに開口部として現れているのかなというふうにも思います。そしてこの LBX、 私すごい個人的に好きなのがライトのデザインなんですけれども、これはノーマルと共通しています。なんですけれどもこのライトのですねデザインがやはりですねこの LBX だけ他のレクサスのラインナップとちょっと変わっていて、すごく個性的なんですよね。目尻のところがですねボディのサイドに入り込むようなデザインになっていて、そのおなじみの L の字がないんですよね。この顔からしてちょっと今までのねこうスモールラインナップとはまた違うよっていう個性を表している部分でもあります。サイドビューです。
サイドビューはですねあまりそのノーマルとすごく変わったっていうところはないんですけれども、やはりボディカラーとこのねツートンカラーのルーフ、それからタイヤ周りだけでだいぶ印象が違います。それからですねこのモールドのところも樹脂ではなくてボディの外反色と同じになっているということと、この下のところもですね艶黒になっているので、非常にスタイリッシュな印象を受けます。こうやって見てみると割とねいい感じのボディサイズですよね。はい、タイヤホイールです。タイヤホイールすごい注目です。ここがやっぱりサイドビューの中でデザイン的にも大きなファクトを握ってくるところだと思うんですけれども、19インチのタイヤが装着されています。235の45の19インチっていうですね割とこう輸入コンパクトとか輸入のサイズでもよく使っているような結構勇ましい感じのですねタイヤサイズなんですよね。はい、こうやって見てみるとこのタイヤハウスのところが結構狭くて、このタイヤサイズがすごいかっこよく映えます。で、こう前後で見てみるとこのショルダーがねちょっと落ちたような感じの優しいイメージのタイヤが書かれてるんですけれども、実はコンチネンタル珍しいですよね。はい、GR ではですね割とミシュランを使うことが多いんですけれども、実は今回ですねこだわりでこのコンチネンタルのスポーツコンタクト7というタイヤが装着されています。ご覧のようにちょっとショルダーが丸くて優しい感じのデザインになってるんですけれども、これなぜかというとですねこのスポーツコンタクト7の性能がこの LBX のモリゾン RR にものすごい合ってたんですって。で19インチというですね、応答性のいいタイヤサイズでも非常にですね柔らかい味付けを出せるということで、あとグリップの離れもいいということで、これはですね後ほど公開するレーシングドライバー佐々木正宏選手が登場する開発インタビュー編をご期待いただきたいと思います。はい、ちなみにビスポークビルドというですねオプションの選択があるんですけれども、それを選択するとこの黄色いキャリパーが入りますのでぜひ選んでください。めっちゃ可愛いです。ちなみになんで黄色かというと、ルーキーレーシングのキーカラーということと、あと森蔵さんのラッキーカラーなんですって。さあちなみにですねビスポークビルドを選ばないとこのようにですね森蔵 RR でも赤いキャリパーになりますので、この辺はやっぱり黄色のね森蔵さんと同じカラーがいいよっていう方は、ビスポークビルドを選んでいただきたいと思います。はい、リアビューです。こちらですね森蔵 RR のリアビューなんですけれども、ノーマルモデルに比べて非常に接地感が濃いなというふうに思われた方いらっしゃるかと思います。やはりこの辺の処理ですよね。はい、こちらノーマルです。比べて見てみるとこんな感じなんですけれども、やはりですねちょっと車高が低いというのと、この辺の処理のおかげでですね、非常に森蔵 RR がワイドな感じ、そしてこの LBX がですねやはり SUV らしい腰高感ね、この中の室内空間の使いやすさっていうのをですね表しているかなと、キャラが全然違うというのは分かっていただけたかと思います。はい、この辺ですよね。やっぱりこの下に艶黒が使われていて、非常に質感が高い、見た目に高そうっていうですね、高級バージョンとしての魅力ももちろんありますし、またパフォーマンスっていうのをですねこのアンダースポイラー形状で、感じることもできると思うんですよね。このディフューザーがちゃんとしっかりフィンが立っていて、めちゃめちゃ運動性能良さそうみたいなリアエンドになっています。はい、そしてこれもですねしっかり立った形状になってるんですよね。でこのエロフィンというかこのフィン形状とかも実はですねレクサスってエアレースをずっとやってます。室谷パイロットが操縦するですねエアレースをずっとやってるんですけれども、実はレクサスの空力デザインってこのエアレースね航空機からの技術の流用っていうのも実は積極的に行われているんだそうで、こういうエアロ形状って実はそういうところからもヒントを得ているというか、そのデザインのソースがあったりとかするんだそうです。これ面白いですよね。はい、そしてしっかりマフラー、深淵のマフラーが両サイドに2本出しということで、ここもめちゃくちゃ萌えっとするところです。実はこの後に用品の展開ももしかしたら今までのレクサスになかったような用品の展開とかもあるかもしれないので、このマフラーも個人的にはもうちょっと出したいし、チタンとかだったらすっごいかっこいいと思うので、この辺の展開も期待していきたいですよね。さあちなみにノーマルの LBX はこんな感じになってます。だからもともとですねこの地上高がやはり全然違う、もう見た目にも違うしサイズ的にも違うということもありまして、このノーマルの LBX はやはり SUV らしい運動性能、 SUV らしい少し高感っていうのをここでも表しています。でこのリアのところもですねノーマルの LBX はそこまでの走行性能が必要ないので、このようにですねすっきりとした樹脂形状になっていて、このディフューザーのフィンの形状とかもありません。そしてはい、テールパイプもこのように中に隠されたクリーンなデザインになっています。はい、この LBX このロゴのデザインも新世代になってます。レクサスっていうねフォントですごくおしゃれなんですけれども、ここに森蔵 RR のエンブレムが入ります。
さあそれでは使い勝手ということでラゲージルーム開けていきたいんですけれども、開かない。なぜ開かない。お、そういうことか。あ、電動だった。電動なんだ。めっちゃいいじゃん。手動だと思ってガチャガチャやってました。同じクラスの輸入の SUV だとここが割と手動なんですよね。それを思うとやっぱレクサスってコスパいいのかなって思いますよね。そうか、電動なのか。装備がいい。まあさておきさあ室内空間というかね、ラゲージルームこんな感じになってます。結構ね割り切ったサイズではありますけれども、この下の収納も何もないので、ここにそうか、なるほどね。バッテリーとかを、これもね GR ヤリス由来なんですね。この辺にバッテリーが搭載されてるんですよ。ということで前後重量配分をこの辺で担保してるんですよね。テンパーは入ってなくてパンク補修材での対応とはなってるんですけれども、ほうほう、なるほどね。こういう感じにして、で前後の重量配分を取っているということで、小さい車ではあるんですけれども、ちゃんとですね運動性能も考えられている。ちなみにじゃあこっちはどうなってるかというと、こっちもしっかり電動なんですけれども、全然違う。ラゲッジがこっちの方が少し低いですね。ほんの少しですけれども低いで3センチぐらいかな。低くて、ほらほら、ここにないじゃないですか、バッテリーとかがね。ほら全部物入れになってるわけですよ。という感じでですね、この中はノーマルの方はこの小物入れになっていて、小物の時は物入れになっていて、パンク補修材キットの対応という形になり、テンパーはありませんし、ここにバッテリーもなく、1.5 のハイブリッドなのでね、このヒップの下ですかねにバッテリーが入っているという感じなので、こちらの方がラゲッジは若干広いです。電動、こちらも電動。そしてもう一回見てみましょうね。ここにバッテリーが入っていて重量配分もなされているという感じなんですね。でこれを倒すと、こんな感じでフラットになるというような感じです。ですからラゲッジは少しね犠牲にはなっているというようなイメージなんですが、実質これぐらいあればいいかなという感じもしないではないです。さあそれではインテリアいきましょう。というわけでこちらのインテリアのバージョン、これはねプロトタイプの車になりますので、少し市販車と違うところがあるというところをご説明していきたいんですが、非常にドアパネル綺麗です。私大好きなのがこのレクサスのドアノブなんですけれども、これ引かなくてもよくて、引く時は緊急用、本当に開閉する時押せばいいんですよね。だから押して開けるっていうことができるので、爪も傷まないし、本当にねこれエレガントな気持ちで乗り降りできるので、ここ大好きなポイントです。でここがショートパッドにはなってるんですけれども、こちらにレザーが貼られていて非常にね衣装綺麗ですよね。でこの柔らかい感じのね単内装が本当におしゃれです。シートもですねこだわりのシートになっています。サイドサポートが少し立って、この脇のところもですねしっかりとサポートできるようなレザー素材になっています。そしてこの辺のパーフォレーションも2色のですねパーフォレーションレザーも2色のカラーを使っていて、非常におしゃれだし、見た目にたくさん工程がかかってそうね、高そうっていうような細工がいろいろあって、このカッティングとかも本当にね美しいなというふうに思いました。そしてステアリングもね茶色い革の巻きが入ってるんですよね。これもステッチが綺麗でとっても美しいです。持つたびにですね、いい車だな、いい車買ったなっていう風に思わせるっていうのはやっぱりね、シートの見た目機能っていうのもすごく大事なところだと思うので、これはレクサスらしいおもてなしだなと思いました。それでは乗ってみます。いい音じゃないですか。というわけで今回ですね、ご紹介するのはこのように、DAT ですね、オートマモデルをご紹介するんですけれども、実はですね MT バージョンもありますので、レクサス史上ほぼ初、国内史上は初の MT が導入されたということで、非常に嬉しいニュースですよね。という感じでですね、ステアリングとこのメーター類はこんな感じになってます。これ展示車両なのでちょっといろいろアラートがついてますけれども、こんなことはならないのでご安心ください。そしてこれですよ。これは実はですね展示車両専用になって市販の森蔵 RR では採用されません。これも私すっごくいいアイコンだと思ったので、ぜひですねこれ用品というかアフターでね、オプションで設定していただいて採用をお願いしたい部分でもあります。やっぱり鼻先の黄色とこれは必要でしょという感じで今後にね期待していきたいですし、もしかしたらねキントファクトリーでパーソナライズみたいなのができたらいいなっていうふうにも思います。
さあというわけで、より市販車に近いこちらのお展示車でやっていきたいなと思うんですけれども、こちら黒ですね。黒のバージョンは黒のバージョンですごいシックでおしゃれです。はい、こちらもね需要がありそうですけれども、はい、ちょっとタイヤの撮影のためにハンドル切れてますね。さあというわけでですね、こちらは MT の内装になります。ですからMT がですねこのように深淵のレバーになっていて、ショートストロークで非常にかっこいいね、その MT のレバーがついていて、こっちはなんとですねサイドブレーキがこの手動になっているってね、電動的なブレーキではなくてこのサイドブレーキになっているっていうのもこだわりポイントなんだそうです。なぜならば、運動性能という意味でこのパーキングブレーキはパーキングするためのものではなくて、車の方向を変えるものだっていうねことをですね、開発ドライバーの佐々木正宏さんがおっしゃって、開発陣がかっこいいってなってこれにしたっていう話をされてました。もちろん安全保持をするね部品としてもすごく大事なんですけれども、このようにですね走行性能を、モリゾン RR レクサスでもこのサイドブレーキを、採用したということで、ここもですね運動性能に対する思い入れの強さになってるのかなというふうに思います。はい、という感じで、実はですねドライビングポジションがすんごい取りやすくなりました。これなぜかというと、この LBX から実はですねこのチルトテレスコの幅がよりドライバーに近くなるように、なったということがあります。なのでノーマルモデルも実はすごくドラポジが取りやすくなってるんですけれども、モリゾン RR ももちろんそうで、この、チルトテレスコの幅がめちゃくちゃ幅広くなったっていうのがですね、やっぱりすごくドライビングポジションっていう意味ではいいところなんですよね。今までのトヨタレクサスの車ってやっぱりちょっとドライバーから遠かったんですよね。でこの遠かったことによってドラポジが非常に取りにくかったんですけれども、今回はシートをアジャストしてさらにここまでドライバーに近づけることができるようになったので、シートはややフォーミュラーポジションというかね、レーシングカーポジションらしく、このハンドルを一番手前にまで持ってこれるっていうようになったっていうのがすごいいいポイントだと思います。改良、まさに改良だと思います。はい、そしてですねこの辺もちょっとねアルカンターラというかバックスキン張りになっていて、この辺もパッと乗った時にですね、わあいい、いい車っていうのをですねすごく感じることができると思います。ちなみに黒のこのレザーを選ぶと中のステッチが赤になるっていうね、ここもちょっとレーシングな感じで素敵です。はい、そしてメーターの中なんですが、マニュアルに関してはこの横バーになっていて、スポーティーなメーターになっています。でシフトのアップとかダウンとかをこう瞬間的にババって光らせて教えてくれるっていうのもついているので、ここもですねマニュアルらしい演出っていうのがねこのメーターの中にも、表現されているというのもポイントです。それからこのディスプレイなんですけれども、結構ね寝た感じになっていてすごい見やすいです。ですからこの見た目にも使いやすいですし、ここはね新世代のこう、なんだっけディスプレイオーディオが採用されているので、使い勝手にも優れた点かなと思います。それからこの下に非接触充電があってタイプ C が2つある。でそしてマニュアルシフト、それからマニュアルに関してはこうボタンがね縦並びになっていて、VSC のオフ、それから IMT、それから AWD モードなんですけれども、この AWD モードを押すと、押さないとオートで、自動的に制御をしてくれるんですけれども、押すと駆動配分が50/50に変わります。でこれがメーターに表示されるので、ここはお好みで合わせていただきたいんですが、私はこの50/50が本当に好きなので、ただね佐々木選手とか森蔵さんはこのオートがすごい好きっていうことで、お好みのね駆動配分を本当にすごい味変するので選んでいただけたらとも思います。ちなみにマニュアルに関しましては、メーターの中の表示が3つ変えられるそうです。でまずここを押してここにコマンドが出るんですね。このヘッドアップディスプレイの中でここの中を変えれるっていうコマンドが出てくるようになったよと。これ最近のレクサスでもそうなってますよね。ここの中で選ばすっていう、ここをもう一つの画面だとしている。でここを見ながら合わせていくので、ちょっと動画ご覧の皆さんには分かりにくいかもしれないんですけれども、ここで、例えば車間距離とかの ADAS の設定とかもできますね。でページの切り替えがこれね、なるほどね。でディスプレイってなってるから、これを変えていくと、ここにこう長押しカスタマイズみたいな123っていうのが出てくるので、これを選んで設定すると
いろいろと選べていくんですよね。でこの中がこういう風に変えられるのと、このメーターを変えようと思うとこっちにこのタイプ1タイプ2タイプ3っていうのを選べるようにこうカスタマイズのね項目の中にあるので、これをこういう風に選ぶとこんな感じになっていきます。はい、ということで結構ですね組み合わせが無数にあるので、お客様が好きな情報、この小窓も合わせて情報を変えれるので、お客さんがその乗った時に好きな情報をここに表示できるようにということで、結構複雑な階層にはなってるんですけれども、それだけですね自分好みのメーターに合わせられるようになってるよっていうのが魅力かなとも思います。個人的にはですねもうちょっとシンプルでパッパッパッと変えられた方がいいのかなっていうことも思いますけれども、現状ですね本当に多様な使い方を見越しているということで、それぞれに合わせた使い方のためのこのフレキシビリティというところをですね重視したとおっしゃってました。はい、ちなみにこちらなんですけれども AT の方のインターフェースになります。 AT の方が実はバリエーションが多くて、AT の方がですねノーマルモードがあるので画面が多くなっているという感じなんですけれども、まずここのシフトノブ周りのデザインが全然違うということですね。この DAT に関しては横並びで VSC オフ、スポーツモード、それから4輪駆動のコントロールのスイッチがあります。でこのスポーツモードっていうのが一つね増えてるんですよね。で MD はそもそもスポーツモードなのでここのスポーツモードスイッチがありませんよという感じで、この AWD は駆動はオートにしたり50/50にしたりというのは同じです。でこの VSC のオフの1回押しと長押しで、機能の介入が変わります。で長押しすると完全オフ、ワン押しだと、最後の最後助けてくれますよっていう薄い制御に変わるっていう感じなんですよね。なのでそこで、走行モードも変わってきます。ちなみに半押しの50/50にするとエキスパートモードっていうのに入って、走行が非常にスポーティーになるというか、最後の最後に助けてくれるんだけども介入遅くなるよ、しかも50/50に固定されるよという感じになって、このエキスパートモードにする、もしくはこの VSC を全オフにすると実はですね今回サウンドが変わるんですね。で結構ね派手なサウンドがババババッと後ろから聞こえてくるので、この辺はぜひご注目いただきたいです。メーターなんですけれども、基本的にここもメーターの考え方は一緒で、ヘッドアップディスプレイを見ながらですねメーターの絵を変えていきます。でこうやって機能が変わるので、ディスプレイっていうところを選ぶとメーターの中にこのようにこんな感じになるので、これでいろいろとねカスタマイズを小窓の中のカスタマイズをしていけます。すいません、ちょっと穴跡がたくさん出ちゃうんですけれども、で、そのメーター自体を変えたければこのディスプレイの中でまたいろいろと変えていけるというような感じです。でさらにほんで一眼の時にスポーツにするとなったこういうことかこういう感じでメーターが変わるんですね。二眼の時はだから二眼の時はでメータータイプ2を二眼にして、スポーツモードにすると本当だ変わってる。なるほど、ちょっと派手になる。で回転数上がった時の表現、なるほどなるほど。あんまり変わらないんだけど走り始めるとここはちょっと派手になるという感じなんですね。さあそしてリアシートなんですけれども、こちらにもですね展示車両だけこのイエローのねシートベルト入ってますけれども、こちらはですね、残念ながら市販車には設定されないんですけれども、やっぱりね反応が良ければちょっと用品で考えますということなので、こちらの方もですねぜひご期待いただきたいです。見てくださいよ、意外と広いからねこちらの方も使い勝手もいいんじゃないかなというふうにも思わせます。LBX もねとっても、使いやすそうなそもそものパッケージなので、このモリゾー RR もねこれだけ運動性能高いですけれども、後ろの席もちゃんと実は居住性高いよというところも注目ポイントかなと思います。というわけで今日はこちら LBX のモリゾー RR 内外装と使い勝手お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。この LBX モリゾー RR シリーズはできたら4本立てでお届けしていきたいなと思ってるんですけれども、この動画とAT 市場でも AT と MT1 本になるかもな、それから
開発スペシャルインタビューも取ってきましたので、こちらもお届けしていきたいと思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。